Act 1, Gem of Desire. Information about the Gem of Desire attracted the masses to New Zealand. There, an unknown storm was brewing. 魔法少女シーリン出発。 Everything got back to normal when the Valkyrie tier examinations ended. New missions were set according to the message left in the hub of the Valkyries started the search for the 4 gems. Their first destination is New Zealand under the jurisdiction of Shixal Oceania branch. The Gem of Desire awaits them there. 何を切りたい？キアナ少尉、ニュージーランドに到着したわね。それじゃあ任務の説明を始めるわ。ちょっと待ってよ。この前の幽霊戦艦の解析結果が気になるんだけど。キアナ、任務の遂行を優先しなさい。悪いニュースがあるわ。昨日ニュージーランドで強烈な崩壊が発生した。今そっちはゾンビと崩壊獣だらけよ。オセアニア支部はほとんど壊滅状態で、デザイアジェムも崩壊の発生と同時になくなったわ。幸いハイペリオンの探索装置でデザイアジェムの位置は特定できるの。できるだけ早くそのジェムを回収してきなさい。姫子、デザイアジェムって一体何なの？14年前、天命は3つの強力な崩壊エネルギーの結晶を手に入れた。そのうちの1つがデザイアジェム。3年前、天命は極秘の研究計画を実行し、その結晶を使って律者に匹敵する武装を開発しようとしていた。残念ながら研究は失敗し、それ以来デザイアジェムはオセアニア支部で保管されていたの。私が知っているのは以上。そういうことなら急いで回収しに行こう。キアナちゃん、姫子少佐からあなたが幽霊戦艦のこと気にしてたって聞いたよ。現在の解析結果を教えてあげようか。おばさんじゃなくてテレサちゃん、かわいい。今なんて言った？まあいいわ。分析結果によると、あの戦艦はそれまで完全に起動されていなかった。全部で24機ある反重力エンジンのうち動いていたのは1機だけ。武器システムは全てフリーズ状態。艦載武器が完全に起動した場合、およそ1日で北米大陸を廃墟にすることができるみたい。例えばハイペリオンに搭載されている崩壊炉の限界出力は1380崩壊ワット、そしてムーンライトスローンの崩壊炉の限界出力は12000崩壊ワット。実に面白い。今の天命の研究では1500崩壊ワットが限界なのよ。今のところ強度が1500崩壊ワットを超える崩壊エネルギーは1種類だけ。それって律者？その通り。長空市で観測された第三律者がハイペリオンを撃破した時放った一撃、その崩壊エネルギーは3200崩壊ワットだから、あの戦艦を完全に起動するには律者のエネルギーを必要とする。それも4人よ。夢の中の声も鍵が4本って言ってたような。めんどくさ。やっやっえいはっやっ。はい、ちゃんと持ってて。もっと早くした方がいい？学園長、デザイアジェムは一体どこから来たものなんですか？永久バルキリーの権限でもデータベースから関係するデータを見つけられませんでした。好奇心が猫を殺すっていうのよ。それでも知りたいの？もちろんです。可愛い部下たちが関わっているからには、たとえ学園長を脅迫してでも真相を知らねばなりません。仕方ないわね。教えてあげる。実は14年前のことよ。
デザイアジェムを含む4つのジェムの起源は全て同じ。14年前ってまさか第二律者と関係が？そうよ。14年前に第二律者がシベリア全体を虚数空間に巻き込んだ。その時作戦に参加した A 級バルキリーは5人ともそこで戦死したの。 S 級バルキリーのセシリアでさえも第二律者を倒せなかった。しかし私たちは最終的に勝利しています。一体どうして第二律者を倒せたのですか？そしてデザイアジェムと一体どんな関係が？第二律者との戦いではわずか30分でセシリア以外が全滅した。本来は私も指揮官の身分を捨てセシリアと共に進退したかった。でも夫おじい様に止められた。オットー大司教？そうよ。あの方はたとえ私が言っても何の役にも立たないと考えられていた。それで公開核分裂ミサイルで第二律者を攻撃せよと命令を受けた。公開核分裂ミサイル？一発で戦車型崩壊銃を100体殲滅できるの？爆発した地区の汚染が深刻になる兵器ですよ。ミサイルは第二律者に全く効かなかった。爆発する前に第二律者が全てのミサイルを虚数空間に転移させたの。セシリアはその一瞬の隙を突き自らを犠牲にして第二律者のコアを破壊した。その後律者のコアが砕けて4つのジェムになったの。デザイアジェムは律者のコアの一部分だったのですね。その通りだけどジェムを回収する時に事件が起きた。14年前私の部隊が第二律者の亡骸を回収しに向かった時見つけたのが4つに砕けた律者のコアだった。それから奴らが現れた。我々より進んだ空中戦艦を持ってね。ネゲントロピーとその指導者である第一律者に出会ったのはその時が初めてだったの。そして彼らの目的も第二律者だった。しかしデザイアジェムは天命が所有しています。なぜネゲントロピーは奪い去らなかったのですか？それもこれも夫おじい様の計略で、その時戦闘力をほぼ失っていた天命がネゲントロピーに勝てる可能性はなかった。しかしネゲントロピーは第二律者のコアが4つに分裂していたことを知らなかったの。それで事実と真相を隠しながら私は第二律者の亡骸とジェムを1つだけ引き渡した。そして見つけたのはこれで全部だと嘘をついたの。はい、ちゃんと持ってて。観測装置に表示されているのはここね。でも何も見えないわね。まさか位置特定システムのエラーかしら。ねい姉様、待ってください。どうしたのブローニャちゃん。東側50メートルに生命反応があるとセンサーに表示されています。東側？見えた。車椅子に座った女の子がいるわ。危ないから急いで助けないと。めんどくさい。魔法少女の時間が始まるよ。目標を発見したようね。目標？私たちのターゲットってデザイアチームでは？見つかったのは女の子ですよ。オセアニア支部からの情報によるとその子がデザイアジェム。私はウェンディです。説明させて。
3年前にオセアニア支部で行われていた実験で、デザイアジェムがウェンディの足に移植されたわ。崩壊エネルギーの結晶を彼女の硬い骨と結合させることで、律者に匹敵するレベルの力を得られるのではと期待されていたわ。そう言われるとウェンディちゃんに巨大な力があるみたいだけど、今の彼女には難しそうね。ウェンディは当時オセアニア支部で最も優れたバルキリーだった。この世界で4人目の S 級になれると期待されていたのよ。でも残念なことに彼女にもその力を制御できなかった。私の力不足でデザイアジェムを制御できなかっただけじゃなくて、そのせいで両足とも動かせなくなって。どうしてこんなことに。なんで取り出さないのよ。これのせいでウェンディちゃんは車椅子生活なんでしょ。デザイアジェムは極めて不安定だけど、ウェンディの体内では安定しているわ。つまりこれは結晶を保存するためだけにウェンディちゃんの体を器にしてるってこと。やりすぎだわ。ここでこの件を言い争っても意味がないわ。今はウェンディをハイペリオンに連れて帰りなさい。帰るの？でも私は車椅子だし動きにくい。ブローニャはウェンディが足手まといだなんて思いません。重装ウサギ 19C 起動。これはロボット？一瞬で出てきたの？重装ウサギ 19C ウェンディを乗せてください。これなら移動も楽です。飛び上がった。すごい。ブローニャちゃんのロボットがこんなこともできるなんて。今度は私にも試させてよ。キアナはお断りです。The mission will fail if 5 enemies escaped. めんどくさ。あなたが持ってて。魔法少女シーリン出発。4分後には帰還できます。ウェンディが移動に影響していないことは証明できました。今日のブローニャちゃん親切ね。ブローニャちゃんのシステムに親切っていうウイルスでも侵入したの？ブローニャお姉ちゃん、ありがとう。どういたしまして。ブローニャがすべきことですから。それとウェンディ、ブローニャのももにある装甲は見ましたか？ブローニャも昔とある実験で両足を痛めてしまい、しばらく車椅子生活でした。ですが最終的にこの外骨格装甲のおかげで歩行能力が回復しました。すごい。私もいつかは治るってこと？自由に歩いて空も飛べるようになる。ウェンディならきっと大丈夫だと思います。聖フレイヤ学園に戻って足の崩壊エネルギーの結晶を取り出したらウェンディもきっと歩けるようになります。ありがとう。本当に優しいのね。
て。めんどくさい。やっぱり僕にスタージャンパー。僕と共に制限解除。よ危なかった。すべては僕の手の中に。早く来て。ちゃんとついてきてね。僕と一緒なら退屈させないよ。ブローニャが来るなんて本当に珍しいわね。姫子少佐、学園に戻ったらウェンディの崩壊結晶を取り除く方法を考えましょう。そうすれば彼女の歩行能力も回復するかもしれません。それは無理ね。デザイアジェムはウェンディの体内でしか安定しないから、取り出してしまったら結晶は保存できなくなるわ。じゃあそんな結晶捨てちゃえばいいでしょ。まさか石ころ一つが女の子一人の幸せより重要だっていうの？デザイアジェムはただの石ころじゃないわ。結晶内の強大な崩壊エネルギーが解放されたら一瞬で何都市かが崩壊するけど、それでもいいの？でもキアナさん、もういいの。とっくに受け入れたことだから。バルキリーである私の職責は自分の命でより多くの人を救うこと。それが私。邪魔。早く Protect supplies. パワー全開。せい、怒らないでね。よっ、切り札。お疲れ。せい、怒らないで。全ては僕の手の中に。よっ、お疲れ。よっ、せい、邪魔しないでね。スタージャンパー、パワー全開。星とともに失われた世界に沈むがいい。よっ、せい、怒らないでね。せい、怒らないでね。星を。全ては僕の手の中に。ハイペリオンはまだなの？姫子おばさん。誰がおばさんだって？まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ？崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い。全てが憎い。みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応はウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか？それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか？魔法少女シーリン出発。やっぱりいった。
いや私今裁きの時やっやっぱスタージャンパー僕制限解除消えて星を折って安らかに夢すべては Wendy's noticed things are going down, so she has retreated for now. Thanks for watching!